昨年夏にパルサーからリリースされた X2、X2 ミニはゲーマーとしての自分、そしてレビュアーとしての自分に大きな転換期をもたらし、その形状とデザインは私の右手に革命をもたらしました。今回はありとあらゆる点が進化した本来廃盤になるはずだったマウスの後継機、パルサー X2V2 ミニ 4K ワイヤレスゲーミングマウスをレビューしていきます。こんにちは、マキです。今回はパルサー X2 ミニの後継機、パルサー X2V2 ミニを先行レビューしていきます。提供していただいたモデルは X2V2 のミニサイズで、カラーリングはブラックになります。そもそもパルサー X2 は今からちょうど1年前の2022年8月にリリースされ、今までには見られなかったパンプ形状かつ癖の少ない絶壁型のサイドシェルを持ち、それをシンプルな小型かつ 50g 台前半でリリースしたことでかなりの話題を集めました。X2V2 は X2 の形状をそのままに、主にメインスイッチやホイールエンコーダー、シェルコーティングを一新し、さらに 4kHz ポーリングレートに対応したリニューアルモデルです。今回は主に X2 からリニューアルされたポイントを解説し、X2 ミニを約1年間使用してきた体験などを含め、これから X2 を初めて購入しようとしている人や、X2 旧型モデルからの買い替えを検討している方に向けてレビューしていければと思います。X2V2 の変更点として、まずはメインボタンとマウスホイールについて触れなければなりません。パルサー X2 はもともとメインボタンにケール GM8.0、ホイールエンコーダーには TTC ゴールドが採用されていました。しかし品質の懸念から色違いモデルからはフワのブルーシェルピンクドットが採用されるなどの変更があり、パルサー側の視点では常にメカニカル製のパーツに品質が左右されてしまう状況が続いていました。実際故障報告が目立っていたのは確かであり、自分もホイールエンコーダーの故障を体験しています。これらの背景からパルサーは今回の X2V2 のメインボタンに光学式スイッチを正式採用し、さらにエンコーダーにはパルサーブルーエンコーダーを新しく採用しました。これによりメインクリック部分は理論値的にはダブルクリックが誤爆してしまう心配がなくなり、さらにホイール部分には防塵加工と特製のボールベアリングが採用され、故障率の低下と滑らかなフィーリングを体験できるはずです。フィーリングの話をすると、メインクリックは若干柔らかくなり、GM8.0 の特徴ともいえるパチパチとした感覚のあるクリック感とはかなり離れたものになっています。ホイールクリックは押し込みが若干深くなったような印象で、感触は少し柔らかくなっているように感じます。クリック音は少しだけ大きくなっていますが、ホイールの回転はかなりスムーズになっていて、ノッチの硬さは明らかに柔らかくなっています。これらの変更は個人的にかなり嬉しく、フィーリング自体はかなり良くなっているように感じます。これで実際にダブルクリックの誤爆やホイールの故障などが少なくなれば、真の意味でいい変更だったと言えると思います。次にトップシェルについてです。最初に話した通り、X2V2 は旧型 X2 と比較して形状は変わっていません。しかしトップシェルのコーティングとシェルのつなぎ目において大きな変更が加えられています。まずはコーティングについてですが、X2 はどちらかというと何かのプロトタイプのような単純なコーティングになっており、特別感や高級感というものはあまりありませんでした。しかし X2V2 はかなり手触りのいいマットコーティングのようなものが採用されており、同じブラックカラーでも手触りやビジュアルは大きく異なります。
X2V2 のコーティングは旧型 X2 のコーティングより目が細かく、とにかくサラサラしています。グリップ力の向上もわずかに感じられ、特に少し手汗をかいたような状態では、旧型のブラックやホワイトよりも明らかに滑りづらいです。また、色味自体も一層深い色になったように見え、全体的に高級感が増しています。個人的には間違いなく X2V2 の方が好みであり、実際ほとんどの人は X2V2 の方がいいコーティングだと感じることができると思います。ただし、ブラックにおいては指紋が目立ち、人によってはグリップ力の変化は感じられない可能性も十分あり得るため、そこだけは注意が必要です。もう一つがシェルのつなぎ目についてです。旧型 X2 はマウスの後方にサイドシェルとトップシェルのつなぎ目のような部分があり、そこには大きな溝が存在します。これは旧型 X2 を使い続けているうちにデザイン的にも、そしてフィーリング的にも気になっていたポイントの一つでした。溝があることによってホコリなどのゴミが非常に溜まりやすく、持ち方によっては手のひらに多少の違和感をもたらす可能性があります。X2V2 ではこの溝がほぼなくなり、ゴミが溜まってデザインが台無しになったり、マウスを握った際に手のひらで違和感を感じることは少なくなったと思います。この変更には見た目以上の変化があり、個人的には今回のリニューアルの中で最もフィーリングが良くなったポイントだと思っています。そして最後に触れなければならないのがポーリングレート 4000Hz への対応でしょう。勘違いされないように先に言っておくと、X2V2 を単品購入しただけでは 4000Hz を使用することはできません。4000Hz を使用するためには別売りの 4K ドングルを購入する必要があります。そしてそのドングル自体は私もまだ受け取れていません。ですが 4000Hz 対応による優位性は自明であり、シンプルにポーリングレート 1000Hz と 4000Hz を比較した場合、4000Hz は約4倍の通信速度を実現します。それと同時に X2V2 からは低遅延性で話題のノルディック MCU が採用されており、通信性能の向上が期待され、バッテリー駆動時間も100時間と旧型 X2 と比較して高表示では約30時間延長されています。もちろん 4000Hz が必要ないと考える人は 4K ドングルを無理に購入する必要は全くありません。個人的にも 4K ドングルが必須だとは考えておらず、必要になったタイミングで購入するというのが最適解だと思います。その他にも重量が高表値 51g プラスマイナス1と 1g 程度ですが軽量化されていたり、付属のケーブルがリフトアップ式になっていたり、電源ボタンと DPI 変更ボタンの位置が入れ替わっていたりと、細かな変更点はありますが、全体的にかなりいい変更と言えるのではないかと思います。最後に形状と持ち方について軽く触れておきます。X2V2 はハンプ形状と言われるマウス後方が高さを持つ形状であり、XM クローンの派生機とも言える形状です。XM クローンと大きく異なるのはサイドの形状で、例えば XM クローンの代名詞とも言えるラムズ・アトランティスは、マウスの中央に大きなくびれを持ちます。それに対して X2V2 はほとんどくびれを持たず、絶壁とも言えるサイドシェルになっています。また角度も特徴的で、アトランティスが逆ハの字型になっているのに対し、X2V2 はほぼ垂直です。これにより、親指、薬指、そして小指でマウスをサイドからホールドしたときに、マウスの軸に向かって垂直方向に力が加わるため、指先でコントロールがかなりしやすくなります。実際、パルサーとしては X2V2 はつかみ持ちやつまみ持ちに最適化したマウスと説明されており、個人的にもそれは正しいと思います。これは個人の見解になってしまいますが、X2V2 ミニは手が平均よりも小さい人にとって、特につかみ持ちとつまみ持ちに最適化されたマウスであり、アトランティスミニでもわずかに大きく感じてしまう人にとってより良い選択肢になると思います。特に自分はつまみ持ちで約1年間 X2 ミニを使用していますが、これほど合うマウスは1年間の間で X2 ミニと前回の動画でレビューした G-Ulus HTX しかなく、無駄な位置に高さや角度がないシンプルな形状がこのフィーリングにつながっているのだと思います。ただし逆にテンズ持ちと言われる手のひら全体で囲い込むようなつかみ持ちや G Pro X スーパーライトなどが得意とするかぶせ持ち、エルゴマウスからの移行にはお勧めできません。特に X2V2 はミディアムサイズでもマウス全体で見れば多少小さめなため、自分の手を基準に離すのであれば、手のサイズが 17.5cm 以上の人でつかみ持ちをしたいのであればミディアムサイズ、つまみ持ちをしたいのであればミニサイズ、それより一回り小さい手ならば
つかみ、つまみ持ちにおいてミニサイズが最適だと考えます。また、かぶせ持ちをする場合は他にいい選択肢があると考えていただいていいと思います。今回はパルサー X2V2 ミニブラックを先行レビューしました。基本的には旧型 X2 の形状をそのままに、修正できるポイントをできる限り修正し、かつトレンドである 4000Hz ポーリングレートに対応したワイヤレスゲーミングマウスと言えます。残念ながら 4000Hz 用のドングルは別売りとなっていて、リリース日もまだ決まっていませんが、X2V2 の本体価格は税込み 13,860 円とかなり破格の価格設定になっています。性能的にも価格的にも欠点がほとんど見つかりません。強いて言うのであれば、ブラックのコーティングは指紋が目立つということと、光学式スイッチなどの変更によるフィーリングが合わない可能性があること、X2 を直前に購入した人からすれば、かなり悲しい価格設定だと言えることです。おそらく近い将来、新型形状である X2H がリリースされるため、ユーザーとしてはどちらを購入するか迷うと思いますが、これらのレビュー動画を見て、どちらがより自分に合うのか判断してほしいと思います。今回の動画は以上になります。参考になりましたら評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、マキでした。バイバイ。